ご年配の方とかも結構多くて、その方とかにはこういうのでみたいな感じで褒めていただけるんで、本当作っててよかったなって。あっさりの出汁でしたけど、すごく美味しかったです。優しい味。懐かしい美味しさです。優しいラーメンですよ。昔ながらで。この屋台はいつから始められたんですか？ちょうど2月の27日なんで、ちょうど1ヶ月過ぎたあたりぐらいです。じゃあまだ始めたばっかり。そうなんですよ。始めたきっかけっていうのは？もともとおじいちゃんの代から、町中華をやってて、東雲にあるんですけど、それ以外の場所でやりたいなと思って、もう結構衝動的にパパパッと進んだみたいな感じ。そうなんですね。そうなんです。じゃあこの屋台とかも、それを思い立ってじゃあ作るかっていうか。あ、そうです。だからおじいちゃんの代が結構なんかそのお蕎麦屋さんをもともとやってて、リアカーみたいな感じでやってたんで、そっからじゃあもう現地に戻ろうみたいな感じで、例えばスープとか、はい、おじいさまおばあさまのあれを参考にしてみたいな。そうです。もう分量、うまみ成分とかを変えてはいるんですけど、それ以外はもう基本的には忠実に再現みたいな感じでやってます。屋台作るのはどのくらい時間かかったんですか？
12週間ぐらいですかね。そんなすぐ意できるんですか？外と夜の仕事終わってそしたらもう夜中までやってみたいな、シグハリしてみたいなそんな感じです。中華料理屋さんもやられて。あ、そうです。今も朝からお昼まで、町中華やってそっからここに来てるみたいな感じです。そうなんですね。そうなんです。まあラーメンの特徴とかこだわってる部分とかってどういうところがありますか？できるだけ現代の人も美味しいと思えるような品そばだけど、その60年くらい培ってるその昔のもうできるだけ再現したいっていう、それを結構なんか考えながらやりましたね。ちっちゃいお子さんとかも来るんですけど、おじいちゃんからちっちゃい子までみんな美味しいっていうぐらいのジャストをこう攻めたみたいな感じでやっぱりそれはスープが一番大事というか。そうですね。あとは返しも60年前から仕入れてる醤油は変わってないんで、結構そこも結構重要なのかなっていう感じですね。具材系は大体そのお店で仕込まれてはい、そうです。全部積み込んで持ってくる感あ、じ。そうです。もうあとは温めればほぼできるよぐらいの状態で持ってきて火つけてるっていう感じです。積み込みも大変ですよね。時間かかったり。そうですね。なんか、一応やっと1ヶ月経ったんで少し慣れてきたんですけど、最初の方はもう全然40分ぐらいかかってもまだ終わんないみたいな。そうなんですね。何積んだかに積んだみたいな、なんか忘れてるとか結構あって。昼営業をやって疲れた体でそのまま積み込みしてですもんね。そうです。ここが11時まででしたっあ、そうです。はい11時までです。け？片付けして終わって帰ってでまた朝からみたいな。あ、そうです。なんでこの屋台始めて睡眠時間とかは結構なんか本当まばらなんですけど、3、4時間とか本当そんぐらいでそうなんですね。回してます。日祝とあと雨の日はお休みしてるんですけど、それ以外はやってます。まあでもじゃあ雨が続かない限りは結構まあそれ体力勝負。大変ですね。はい、スープの出汁は何系なんですか？煮干し系が主に使われてるんですけど、結構その旨味成分なんかよくトライアングルとか言うじゃないですか。なんで結構いろんなの入れて取ってるみたいな感じですね。そのまあスープの味の調整とかも結構繊細で大変そうですね。そうですね。なんか本当スープ作るのに4時とか5時に起きて、もうそこからずっとスープ作ってるみたいな感じです。お店のスープとはまた別なんです。そうなんですこの屋台のためだけに作る感じ。なんかこだわり出したらなんか止まんなくなる。そうなんですね。そう、こっからはもう正直好みみたいな感じになってくるから。ただなんか門前仲町って結構ご年配の方とかも結構多くて、その方とかには結構なんかこういうのでみたいな感じでなんか褒めていただけるんで、本当作っててよかったなって思います。シンプルな醤油そばで、まあ、なんかそのコクがあるというか深みがあるような感じですか？はい、絶対に誰が食べても初めて食べるのになんか懐かしいみたいな感じに絶対になる。本当になんか屋台みたいな感じだったらきっ
とまだ風が入って涼しいんだろうと。半分まあほぼ室内みたいな感じですそうです。今おいくつなんですか？今年で26年でその料理人歴としてはもう長いんですか？す。16歳ぐらいかとかですかね。じゃあもう10年ぐらいは。そうですね。なんだかんだ。今後の目標とか、まあこの屋台をまあどうやってしていきたいとかそういうのございますか？このまま海外に進出したいなと思ってて、まずはここで下積み積んで、そこから海外でなんか本場の昔のこういう感じを再現できたらなって思ってます。いかがですか？うまいっす。営業前は一回自分で食べて味確かめるとか。はい。メンマとかも全部自分でやってるんで、味が一個一個は良くてもなんか全体的に食べるとなんかちょっと違ったりとかするんですよ。なんで毎日食べてみないと分かんないんで。はい。今日は何か見られて来ていただいたんですか？あ、本当ですか？ありがとうございます。はい、すいません。お先に来ちゃうなんで普通の味玉です。はい、大盛りのキクちゃんラーメンです。すいません。あちらでお気をつけください。いいです。
周年明日までですね。こんばんは。もう一つ菊ちゃんが集めてお味はいかがでしたか？あっさりの出汁でしたけど、すごく美味しかったです、僕福岡出身で結構豚骨が結構好きなんですけど、醤油ベース多分カツオとかの出汁も効いてたのかなと思うんですけど、あれはあれですごい美味しいなと思いました。すいません、お先に菊ちゃんもらいますね。ない。聞いとく。右に入れらんないですよね。お疲れ様です。はい、もう一つお願いします。おいしい。とてもおいしい。優しい味。そんなに重たくなくて美味しい。あっさり系の。はい、あっさり系です。
けどこうやってガラッと開けて助ける、誰かが助けるシーンで僕は結構感じも知らないの？なんで？そこまでやったんですよ。自分の前に一人いたんですけど知らない。江川南やったら終わりじゃん。聞いたからなんでですか追っかけてないもっと追っかけとして流れると流れる今までで一番多い時だと何人くらいいらっしゃったんですか？ 50杯ぐらいが今のところは一番多い。金曜日がすごくて、やっぱその飲み終わりのお客さんがいらっしゃるそうなんです。あとはもう結構まだらですかね。もうなんかちゃんなるメンバー美味しいです。めちゃめちゃ優しいラーメンですよ。なんか昔ながらでいつ来ても食べやすくて、今仕事中なんですけどそういう時に来てもはい全然食べやすくて大盛りもいけちゃうんで。なんで面白いっていうのをさっきあるのでご覧ください。たまたま門前仲町に今日いる感じなんです今日はたまたあまよく来てはいるけど初めて降りたんです。あ本当ですか？ありがとうございます。全員ですか？
入社してリズム缶詰にさせられて1週間お待たせしました。夜は美味しい。懐かしいおいしさです。美味しい。カツオ昆布。美味しいですね。誰よ。でもね和食。ありがとうございます。ありがとうございます。はいどうぞ。じゃあお待ちください。じゃんラーメンにした500円お預かりします。いや僕やめるんで。じゃんラーメンです。あちらじゃない。